あなたは今、FX で稼げるようになるために、毎日頑張って勉強をしていると思います。自分の大事な時間を削りながら、目標へ向かうあなたの姿は、本当に素晴らしいです。しかし、FX では勉強をしすぎると、あなたのその頑張りが逆効果になることもあります。そんなあなたの頑張りが、より早く報われるためにも、FX で勉強しすぎることが悪い方向へ行ってしまう可能性について、今回はお伝えしていきます。勉強しすぎの何がダメなの？ FX では勉強しすぎの弊害として、知識だけが過剰に増えすぎて逆に迷いが出るというのがあります。FX に関する知識はネットや書籍などで無限に手に入ります。しかし、勉強をしている知識は無限にあっても、勝ち続けるために必要な知識は有限なのです。それなのに新しい知識を次から次へ入れてしまうと、脳がパンクしてしまい、どの知識を使えばいいかわからなくなって混乱してしまうのです。例えば、私たちの体を作り上げるには栄養が必要です。しかし、その栄養も過剰に摂取をすると余計な脂肪がついて太っていきますよね。太っていくと動きが重くなるだけでなく、いろんな病気にもなりやすいですよね。FX での勉強もこれと同じで、必要以上に勉強をすると知識に余計な脂肪がついてしまい、どの知識を使ってトレードをすればいいかわからないといった病気になりやすくなるのです。そんな病気になってしまったら、せっかくのあなたの頑張りが台無しになる可能性もあります。そんなことにならないためにも、FX では勉強のしすぎが逆効果になり得ることも、頭の片隅に入れておいてもらえればと思います。自分の知識が十分かを確認する方法。FX で勉強しすぎることは迷いを引き起こす原因になるのですが、それを防ぐためには、自分の知識がすでに十分あるかどうかをまずは確認してみましょう。例えば、買っているトレーダーを5人ぐらい選んで、その人たちのブログや YouTube などを見てみるのです。そこで見た内容がほとんど理解できるなら、あなたには FX で勝つための知識が十分備わっている証拠です。今の状態でさらに勉強をすることは、過剰な知識をつけることになるので、無理に勉強をしなくて大丈夫です。勝っているトレーダーのベースは大体同じ。勝っているトレーダーの言っていることがほとんど理解できる場合、FX で勝つための知識は十分ある証拠です。さらに言えば、FX で勝っている人たちのやっていることは、よくよく見てみると、ベースは大体同じだったりします。例えば、トレード手法などは無限にやり方がありますが、ほとんどの場合、全体の流れ、意識されそうな場所、ローソク足の形状、このあたりがベースになっていて、これらの認識方法も似たり寄ったりです。違うのは、トレーダーによって何を重要視するかの部分だけだったりします。例えば、ブレイクを狙う手法を使う人の場合、まずは全体の流れを見て、ブレイク後に伸びやすい環境かを判断します。仮にこのチャートでブレイクを狙うなら、全体の流れが下落トレンドなので、売りで狙った方が利益が伸びやすいですよね。そして次に、ブレイクをしたら含み損を抱えずに済むような場所を判断するのに、相場参加者に意識されそうな場所を探します。今回の場面だと、直近の安値が目立っているので、そこを下へ抜けたら、下落の勢いの加速しそうなのが予想できます。あとは、ローソク足が直近の安値を実体で抜けてから入るのか、それともブレイク直後に入るのかなど、ローソク足の形状でエントリーの仕方を決めていきます。結局、この後の動きは次のようになりました。直近の安値を下に抜けたら、下落が加速していったので、ブレイクでの売りが成功していますよね。トレンドに沿った押し目買いや戻り売りの手法を使う人の場合も、同じような手順でトレードをしていきます。例えば、現在のチャート状況が次のようだったとしましょう。この場合も、まずは全体の流れを把握します。今回であれば上昇トレンドなので、押し目で買いを狙っていく場面です。そして次に、相場参加者に意識されて反転しそうな場所を探していきます。この場面であれば、次のように水平線を引くことができます。あとは、水平線までレートが落ちてきたら、そこで反発してから入るのか、それとも水平線ぴったりで入るのかなど、ローソク足の形状を見ながらエントリーをしていきます。結局、この後の動きは次のようになりました。
引いていた水平線が意識されて、そこから反転して上昇をしていきました。あとはこれ以外にも、移動平均線、トレンドライン、エリオット波動など、自分がやりやすいテクニックを使ってトレードにスパイスを加えたりもします。こんな感じで、どの手法であってもほとんどが全体の流れ、意識されそうな場所、ロウソク足の形状、これらをベースにしてトレードをしていて、トレーダーによって重要視している基準が違うだけだったりします。このことからも、FX で勝つためには、限られた知識をベースにして、あとは自分が使いやすいテクニックを一つか二つ選んで使っていくだけで十分なのです。新しい知識はほとんど必要ない。FX 歴が1年以上ある場合、勝つための知識を持っていることが多いです。それでも FX で勝てないということは、知識不足や勉強不足なのではなく、単純に今持っている知識をうまく活かせていないだけだったりします。例えば、このチャート画像を見て、トレンドはどっちに出ていると思いますか？多分わかりますよね。下落トレンドですよね。では、このチャートに水平線を引いて、戻り売りポイントを探してみてください。あまり難しく考えずに、ざっくりで良いので探してみてください。どうでしょうか？多分次のような感じになったのではないでしょうか。もし、これと似たような感じで、チャート判断ができたなら、あなたには FX で勝つための力がすでに備わっている証拠です。この後の動きを見てみると、次のような動きになりました。ちゃんとあなたが引いた水平線で反転していますよね。ということは、あなたには FX で勝つための力がやっぱり備わっていることになります。このように、FX で勝つには、極端に言うと、トレンドを読む知識、水平線を引く知識、この2つがあるだけでも実は大丈夫なのです。それなのに、FX でなかなか勝てないと、自分には知識が足りないと勘違いして、いろんな商材や本を読んで勉強しすぎてしまい、頭の中が情報でいっぱいになるのです。そうなると、実際のトレードの時に、どの知識を使えばいいかわからない、なんて迷いが出ることになり、エントリーの躊躇や変な場所でエントリーなどをしてしまいます。その結果、トレードがうまくいかなくなって、迷走することになるのです。FX の勉強をしすぎると、せっかく勝てる知識があるのに、それらをうまく活用できなくなるのです。勝てる知識があるのになぜ勝てないのか。FX 歴が1年以上ある場合は、すでに勝てる力を持っているなら、じゃあ、なんで FX で勝てないの？こんなことを思ったりしますよね。この主な原因というのは、私の経験上、圧倒的な継承不足、継承後の圧倒的な実践不足、といったことが考えられます。圧倒的な継承不足。FX で勝てる知識があるのになかなか勝てない場合、これが原因であることが多いです。私のところには FX で勝てないというお悩みがよく来ます。しかし、悩みを聞いてみると、FX で勝つための知識は十分あって、あと少しの人がほとんどです。もし、この動画を見てくれているあなたが FX で勝てないと悩んでいるなら、きっとあなたも FX で勝てるまでにあと少しの位置にいるはずです。そんなあと少しの位置にいる人たちの悩みを解決するには、新しい知識は必要なく、まずは徹底的に検証をすることなのです。このような人たちを見ていて共通するのは、自分が使う手法に対して徹底的な検証が不足しているせいで、常に迷った状態でトレードをしているのです。そして、迷った状態でトレードをするので、エントリーに一貫性がなく、トレード結果がバラバラになるのです。その結果、連敗したらすぐに、この手法は使えないのかも、なんて判断してしまい、また新しい知識を求めて勉強をし始めてしまうのです。この行動が勉強のしすぎにつながり、頭の中が情報過多になることで、余計迷いを引き起こして、なかなか結果が出ないのです。これはものすごくもったいないことをしています。FX 歴がそれなりにある人って、知識が十分なだけでなく、使っている手法も勝てる手法であることが多いです。それなのに継承不足のせいで、自分のトレードに自信が持てずに迷っているのは、やっぱりすごくもったいないんですよね。頑張って勉強をする姿勢はものすごく素晴らしいことなのですが、勉強をしすぎると、インプットばかりになってアウトプットができていないから、
知識の整理ができなくなってるんです。これは、例えるなら、料理と同じです。例えば、あなたが肉料理を作るとしましょう。その時にあなたの目の前に、肉と塩コショウだけだったら、それだけですぐに調理ができますよね。それでいて、塩コショウだけでも普通に美味しいものが作れます。逆に塩コショウ、ソース、ケチャップやマヨネーズ、お酢、赤ワインなど、いくつも調味料があったら、何を使うか迷ってなかなか調理を始められません。しかも、いろんな調味料を混ぜた結果、まずくて食べられない料理が出来上がる可能性だってあるわけです。FX での過剰な知識もこれと同じで、少ない知識だけでも勝てるのに、知識を多く入れてしまうことで、勝てないトレードが出来上がる可能性が高まるのです。だから、まずは一つの手法に対して、徹底的に検証をして、自分が納得できる手法を作るのがテストです。その際に、多くのテクニカルは必要ありません。まずは一つか二つで十分なので、できる限りシンプルなルールで検証をしてみてください。普段から勉強を頑張っているあなたなら、ちょっと検証を頑張れば、思っている以上に速いスピードで勝てる手法を作れるはずですから。検証後の圧倒的な実践不足。次に、FX で勝てない原因となるのが、圧倒的な実践不足です。検証を徹底的にして、自分の手法に対して自信が持てたら、実践へ移行するわけですよね。ただ、いざ実践となると、自分の大事な資金を使うので、損をしたくない、早く稼ぎたいといった欲望が出てきます。そうなると、せっかく作った手法通りにエントリーができなくなって、手法の優位性が崩れることが多いです。手法の優位性が崩れてくると、余計負けやすくなるので、連敗が続いたりすると、やっぱりこの手法ダメなんじゃないかなんて疑ってしまいます。その結果、せっかく作った手法を捨てて、また新しい手法探しの旅へ出やすくなります。そのせいで、また新しい勉強をし始めて、どんどん知識だけが増えていくのです。このようなことをやっていると、作った手法に対しての実践量が圧倒的に不足するので、なかなか結果が出なくなります。だから、検証を徹底的にして、納得できる手法を作ったら、まずは、1000通貨などの最低ロット数で試運転をしっかり行うべきです。検証で自分が納得いく手法を作れると、これですぐに稼げるという感じで考えてしまいます。しかし、自分の大切な資金を使うと、恐怖や欲望などいろんな感情が入ってきて、最初はルール通りにできないことが多いです。あなたももしかしたら似たような経験をしているかもしれません。せっかく作った手法があるのに、ルール通りにできずに負けてしまい、後から見返してみると、ルール通りやってれば勝ててたのに、って自分に怒りが湧いた経験はありませんか？でも、大丈夫です。それって、FX をやっている人なら、誰しもが通る道なんです。当然、今稼ぎまくっているトレーダーの人たちも、同じ経験をして、それを乗り越えたからこそ、稼げるようになっているのです。だから、ルール通りにできない自分に対して、過度な嫌悪感を持つ必要はありません。嫌悪感を持つよりも、たった一回でもルール通りにできたなら、その行為に対して自分を褒めてあげましょう。自分を褒めてあげることで、次もルール通りに頑張るぞって前向きな気持ちになれて、いい精神状態で次のトレードに入っていくことができますから。いい精神状態でトレードに入れれば、それだけルール通りにできる確率も上がって、トレード結果にも反映されていくので安心してください。ちなみに、私の経験上、同じエントリーを100回ぐらい繰り返していると、手法が意識に刷り込まれてきます。その結果、一貫したエントリーができるようになり、結果も安定してきます。そして、結果が安定しだしたら、少しずつロット数を上げていくと、徐々に資金も増えていきます。FX は皮肉なもので、焦るほど自分の欲望に縛られて、ルール通りのトレードができなくなります。だからこそ、自分の手法を作ったら、まずは最低ロットから始めていき、自分自身を手法と相場に慣らしてあげるのです。最低ロットだと稼げなくてつまらなく感じるかもしれませんが、最初はそれでいいんです。結果が安定してくれば、稼ぎなんて信じられないスピードで増えるので大丈夫ですから。もし、ロット数の増やし方についてよくわからない場合は、この動画を参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。もしトレードにスパイスを加えるなら、トレンドが読める、
効果的な水平線が引ける。この2つができていれば、FX で勝てる力は備わっています。そのため、基本的にはこの2つを使って、検証や実践での経験値を積んでいけば、安定した結果を出せるようになるでしょう。それでも、少し心細い場合は、大衆心理を学ぶと、トレードの精度を上げることが可能です。大衆心理とは、チャートやローソク足の形状から、相場参加者の心理を読むテクニックです。相場参加者の心理を読むことで、この後にどう動きやすいのか、といったことが見えてくるので、効果的にチャートの動きを読めるようになります。無理にテクニカル指標の使い方を勉強したり、他のインジケーターに手を出したりするなら、チャートから心理を読む勉強をした方が、シンプルで再現性の高いトレードができるようになります。もし、大衆心理について興味がある場合は、この動画を見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。FX は勉強すれば必ず勝てるとは限らない。FX の勉強をすることは、勝てるようになるために必要なことですが、勉強をすれば必ず勝てるというわけではないことも知っておきましょう。勉強をして知識が豊富なことは一見良さそうに見えますが、逆効果になることもあります。だから、今回お伝えした FX で勝つために必要な2つの知識が身についているなら、あとは徹底的な検証をしていきましょう。実際に手を動かして、これまでインプットした情報、今度はアウトプットしてあげるのです。そうすれば、今まで得た知識の効果的な使い方が分かって、それが結果へつながっていきます。もし、アウトプットした結果、覚えた知識が使えないものだったら、勉強をして無駄だったと思うのではなく、自分には合わないものを見つけたと考えましょう。自分に合わないものを見つけ続けたら、最後に残るのは自分に合うものだけになりますから。今まで蓄えた知識という脂肪を検証をすることで燃焼させていけば、スリムでかっこいいあなたに合ったトレード方法が出来上がります。また、手を動かしてアウトプットすることで、勉強をしたことも定着しやすいので、それも FX で勝てるようになるための近道となります。まとめ。FX で勝てるようになるために、勉強をすることはいいことですが、しすぎるのも逆効果になりやすいです。そのため、新しい知識を入れるための勉強より、検証を徹底的に行って、まずは一つの手法を作り上げることが重要です。そして、そこから焦らずに、低ロットで実践経験を積んでいきましょう。毎日のように時間を削って、FX を頑張っているあなたなら、結果を出せるようになるから大丈夫です。あなたが待ちわびた結果が実現する日も、そう遠くないですよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。